Hello everyone, 大家好、皆さんこんにちは、ひときです。皆さんはなぜ日本語を勉強し始めましたか？今見ている人の中には日本語を勉強している人もまだ始めてないけど興味があるっていう人もいると思います。今まで僕も中国語とかスペイン語を勉強してきたんですけど、結構言語を勉強している人っていろいろな面白いきっかけで勉強していることがあるんですよ。僕だったら特に今スペイン語を勉強しているので、いつか音楽フェスティバルとかに行って、しかも服は結構下着みたいな涼しいやつを着て、チキンとアルコールを持ってみんなと一緒に踊りたいですね。じゃあ日本語を勉強しているみんなはどういう理由で日本語を勉強し始めたのか。これが日本人の僕にとってすごく興味があるので、インスタグラムで集めた回答を今日は紹介したいと思います。女の子、素直だね。素直すぎる。素直な人好き。ワンピースを字幕なしで見たいから。やっぱりベストは日本語をそのまま心に届ける。そうするとパン、心が解き放たれて、その素直でまっすぐな思いにあなたの心は奪われる。ルフィは本物の海賊です。日本のゲーム会社で働きたいから。これは個人的な意見だけど、日本のゲームは結構シナリオとかストーリーが素敵だなって思うんだよね。だからこの理由はすごくポイントを得てると思う。テストでカンニングをしたかったから。あれ、もしかして日本語を勉強すると一緒に超能力とかも身につくとかって思ってるかな？その秘密はどこで知ったのかな？私は抹茶と近藤まりえさんとちゃぶ台と餅とそして茶道が大好きです。大好きなのはすごく分かったけど、なんかジャンルがバラバラじゃない？すごく詰め合わせのセットみたいに聞こえる。そういえば台湾に僕が留学していた時も、先生が好きなものは何ですかってその子に聞いた時に、その子が机とアメリカですって答えてたの思い出しちゃった。いや、多分合ってるんだけど、なんか間違えてる気がする。私の読みたい BL 本全部英語に翻訳されてないからです。 BL 本ってあんまり海外だとないのかな。俺も友達のやつを少し見たことがあるんだけど、なんか大人のシーンだけじゃなくて友情とか思いとか気持ちを大切に書かれてる作品だよね。でも翻訳されてないのは BL 本だからじゃなくて、きっと大人のシーンが多いからだと思うよ。将来あなたが日本の BL 本を英語に翻訳して世界中に広げてくれることを僕は祈っています。日本人の彼女に会いたい。これさ、みんなどっちの意味だと思う？この人は今日本人の彼女がいるのか、将来日本に行って日本人の彼女に会いたいか。だって日本人の彼女と話したいならわかるけど、会いたいってことはまだ会えてないってこと？でも日本語を話せることで会えるってことはやっぱり未来のことなのかな。もうどっちの意味なんだか全然わからなくて、昨日の夜も9時間くらいしか寝てない。私は日本の神話や文化が大好きです。なんでさ、みんな日本の神話知ってるの？ちなみに日本の神話が好きな人はどの部分が好きなのかコメントで教えて。子供の頃忙しいっていう理由が欲しかったから、そして家にいた。忙しいっていう理由のために日本語を勉強し始めたの？まず最初にありがとう。でもどういう状況？ちょっと日本語の勉強で忙しいからまた今度ねって言わなくちゃいけない状況ってどういう状況？俺だったらもし医学部の同級生にひとき明日一緒に寄生虫の博物館行かないっていう風に言われたら、いいね。でも俺家で中国語の勉強しないといけないからちょっと忙しいなっていうかもしれない。東京大学で宇宙物理史の勉強をしたいから。なんかよくわからないけど多分君は天才。ちなみに結構僕の DM にも日本の医学部に入りたいっていう人が来るから、勉強したい人は多いみたいだね。デュオリンゴで469日連続ログインの記録を失いたくないからっ
ちょっと笑っちゃった。結果的に日本語の勉強をずっとしてるならいいことだよね。日本でジブリの世界観を味わうためにルーツの言語まで理解したいから。これはアニメもそうなんだけど、日本語を勉強すればするほどすごくその作品と心がリンクすると思うんだよね。ものすごく応援してる。あと、もしあなたがトトロに出会ったら教えてください。猫バスでも OK です。やっぱりあとは漫画とかアニメ、ドラマの影響が大きいね。ひときと話すため、俺日本で待ってる。僕は自分が大嫌いで日本語を必死で勉強しているのはマゾヒズムの典型だから。ちょっと待って、これは本当？それともネタ？どっち？僕もまだ20代前半だけど、特に10代と20代はもうすごく嫌なことたくさんあるよ。まだ20代の俺が言うのは変だけど、なんか人生っていかに自分を好きになれるか、受け止められるかっていうのが大きな課題なんじゃないかなって思うんだよね。だから自分のことが嫌いでも自分のいいことになることをするのはきっと将来自分にとっていいことにつながるから、嫌いだなっていう気持ちが今消えなくてもゆっくりと日本語を勉強しながら受け入れればいいと思うよ。そこで居場所が日本だってなった時に、日本には君を受け止めてくれる人はたくさんいるから、君は止まっているようでものすごく前進してるから大丈夫だよ。日本の田舎に住みたいけど、そこにいる人たちはあまり英語が話せないと聞いたから。これはその通りです。でもそんな時にもしこの人が日本語を話せたら、ものすごく田舎の人と仲良くなれると思うんだよ。僕たちは日本語話してくれる人大好きだから、もう家に入れてご飯食べなとか、これ手伝うよっていう人はたくさんいると思うの。だから田舎の人に代わって言うけど、ありがとう。クールジャパンのせいなんだよ、せいなんだよっていう時は責める時に使うので、なんかこの人の人生が大きく変わっちゃったのかな。全く日本語を勉強したせいで面白いものに中毒になっちゃったよっていう意味だったらいいね。日本に旅行して日本人と交流したいから、もうこれはすごく簡単。まず東京に行ってください。そして夜賑やかな場所で歩いてください。そしたらみんなハローとかヤッホーって声をかけてくるので、一緒にビールを乾杯してください。はい、できました。ということで、みんなが日本語を勉強し始めた理由はたくさんあるんだけど、どれも個性的で面白かったよね。僕は YouTube でみんなの面白いこととかを発信したりもしたいので、皆さんの面白い経験を一緒にシェアさせてください。皆さんありがとうございました。